コンサートや授賞式のスピーチなどで見かけることのあるメンバーたちの涙。彼らはどのような時に泣いているのでしょうか。今回は BTS の涙についてまとめました。メンバーごとにご紹介しますので、ぜひご覧ください。BTS メンバーが涙を流した時。2018年5月18日リリースのアルバム Love Yourself 10 Tear のジャケット撮影で泣いてという指示に従って涙を流しているシーンがありました。メンバーたちの泣き顔がすごく綺麗です。7人の泣いている姿を見るとついつい見惚れてしまう方も多いのではないでしょうか。彼らの悲しい涙を見るのは辛いですが、嬉しい涙は大歓迎です。静かに涙を流していたり、人目をはばからず大泣きしていたり、私が個人的に印象に残っている BTS の涙に関するシーンを集めました。一人ずつ見ていきましょう。ジン。BTS は2016年10月10日リリースのアルバム Wings の功績が認められ、同年11月19日に開催されたメロン・ミュージック・アワーズで三大大賞のうちの一つである今年のアルバム賞を受賞しました。デビュー以来、初めて大賞を受賞した記念すべき日です。今となっては考えられませんが、当時は人気上昇中だったものの、世間の評価はまだ厳しくて、BTS が大賞を取れるわけないと言われていました。彼ら自身も大賞の受賞は予想していなかったようで、グループ名を呼ばれた瞬間、全員が驚愕の表情に、メンバーたちのピュアな反応に胸がキュンとします。ステージに上がるなり、ジンと J-HOPE の目からは、とめどなく涙が溢れていました。思わずうっとりしてしまうような美しい泣き顔に、見ているこちらまでうるうるします。ちなみに、ジンの名言、嬉しい涙は熱いんです。温かいんじゃなくて熱いは、MMA の後に生配信したブライブで誕生しました。受賞の喜びが伝わってきますね。心にジーンとくる良い言葉です。シュガー。ジンと J-HOPE がステージで涙を流した2016年の MMA の時は、涙が出たけど目が乾燥していたから早く乾いたと話していたシュガですが、12月2日に開催された 2016Mnet アジアンミュージックアワーズでは、溢れ出る涙を抑えられなかったようです。この年、BTS は今年の歌手賞を受賞しました。アジア最大級の音楽授賞式と言われているままは、多くのアーティストにとって特別なステージという認識があり、BTS にとっても、この授賞式で大賞を取ることは目標の一つだったと思います。ステージ上で RM、ジン、ジョングクと次々に涙を流すメンバーたち。シュガは一気にこみ上げてくるものがあったようで突然泣き始めました。手で顔を覆い、肩を震わせて控えめに泣いているシュガを見ていると胸が熱くなります。後日、日本のニュースサイトの記事でママの時の涙について語っている一文がありました。シュガが話した内容はこちらです。受賞の言葉を聞いた時、練習生時代からの7年間の記憶が次々に思い浮かんできました。苦労したこと、嬉しかったこと、いろんな思い出が頭の中をぐるぐる回って胸がいっぱいになって気づいたら泣いていました。どうしても止められなかった。あの時の涙にはこれまでの努力や苦悩などいろいろな思いが込められていたのですね。2016年12月19日に M2 公式 YouTube チャンネルがママのバックステージの様子を公開しました。泣かないように我慢してずっと耐えていたのにと恥ずかしそうに涙を拭うシュガ。練習生時代を一番長く一緒に過ごしてきた RM と抱き合うシーンは感涙必至です。J-HOPE が涙を流した時といえば、2014年2月21日に公開された誕生日ドッキリ映像は外せません。J-HOPE への愛がたっぷり詰まっていて、個人的に大好きな動画です。
2014年の J-HOPE の誕生日にサプライズパーティーが決行されました。会議という名目で集合した7人は、用意されていたショーケースの映像を視聴します。すると、突然画面が切り替わり、メンバーたちのビデオレターが流れ始めました。メンバーとマネージャーに次いで画面に現れたのは J-HOPE のお父さんです。それまでは笑顔でビデオレターを見ていた J-HOPE ですが、自分の父親が映し出されると、一気に涙が溢れ出てきました。J-HOPE のお父さんが送ったメッセージの内容はこちらです。21歳の誕生日なのに、直接会って祝ってやれなくて本当にすまないね。お父さんとお母さんの息子に生まれてきてくれて感謝しているし、愛する細くの誕生日もう一度おめでとう。カムバックで活動してる2枚目のミニアルバムを一生懸命して、今まで苦労した分、必ずうまくいくようにお父さんは祈っているよ。そして何よりもお父さんが祈っているのはお前の健康だよ。健康であってこそ、すべてが思い通りにできるということを忘れるなよ。健康管理をちゃんとするんだよ。息子よ、もう一度誕生日おめでとう。息子よ愛してるよ。以上が J-HOPE のお父さんからのメッセージになります。なんて素敵なバースデーサプライズなのでしょうか。幼い子供のように泣きじゃくる J-HOPE を見ていると涙が止まらなくなります。泣いているヒョンを見ながら一緒に涙を流すジョングクの可愛さにもご注目ください。RM。2018年から始まった BTS のワールドツアー Love Yourself, Speak Yourself の最後を飾る公演が2019年10月29日に韓国ソウルで開催されました。この日の RM の涙をご紹介します。コンサートのエンディングが近づいた頃、他のメンバーたちのコメントが終わった後に RM はこう語りました。皆さんのおかげで僕はここまで生きてこられました。信じてください。これからも僕たちのたった一言、たった一行の歌詞でも皆さんが皆さんを愛することの助けになれたらと思っています。これから僕たちがどんな姿で戻ってきても一緒に楽しみましょうと述べ、涙が頬を濡らします。泣くはずじゃなかったのにと泣き笑いの表情で話しつつ、これから2018 Love Yourself, Speak Yourself ツアーができなくなるので寂しくなりそうですと続けます。涙をこらえて気丈に振る舞う RM の姿がグッときますね。最後は愛という言葉よりもっと良い言葉があったらいいのですが、本当に愛してますと言い、コメントを締めくくりました。RM が流した涙、発した言葉、アーミーを思う心、それらすべてが美しすぎて何回見ても泣けてきます。ジミン。ジンの時にお伝えした通り、BTS は2016年11月19日に開催されたメロンミュージックアワーズで今年のアルバム賞を受賞しました。ステージ上では泣かなかったジミンが MMA の後に生配信したブライブでポロポロと涙を流したのです。最初の5分間ずっと話さないでいるジミンに対し RM が一言お願いしますと声をかけます。しかしジミンはまだ気持ちの整理ができていないようでうまく言葉が出てきません。ついにはこらえきれず涙が溢れてきました。RM はジミンは今回のアルバムにかなり貢献しました。一番コンセプトを表現したと思いますと話し、ジミンの頑張りを称えます。タイトル曲ブラッドスウェット&ティアーズの出だしを担当することへのプレッシャーなど様々な思いを抱えて活動していたのでしょうね。ジミンの泣き顔を見ていると胸が張り裂けそうになります。結局この日は最後までうまく喋ることができませんでしたが、メンバーたちは終始ジミンのことを優しく見守っていました。こういうところが BTS の大きな魅力だと思います。誰かが泣いていたら即座にフォローし合う素敵な関係です。てて
2018 M ネットアジアンミュージックアワーズ in 香港の受賞スピーチは多くのアーミーの記憶に刻み込まれている伝説の場面と言っても過言ではないでしょう。この日のスピーチでジンがグループの解散の危機について語ったことは有名な話です。映像を見るたび解散しないでいてくれて本当にありがとうという気持ちになります。その後、ジンが解散の話をしたことをみんなから怒られたというオチも含めて大好きなエピソードです。この日のステージのすべてのシーンが永久保存版なのは大前提としてジンの話を聞き感極まって号泣するテテ、そんなテテを優しく抱きしめるジョングクの姿は本当に何回見ても心が震えます。そして今回おすすめするのはテテが舞台裏で泣き続けるシーンです。2019年5月18日に公式 YouTube チャンネルが公開した映像にステージを降りてからも涙を流すテテが映し出されています。声を上げ、顔をくしゃくしゃにして泣いている姿は小さな子供のようです。胸がギュッとなりますね。司会者に促されて挨拶するシーンは必死に泣くのをこらえていることがわかります。テテの表情全部が可愛くてたまりません。的確に母性本能をくすぐってきます。ジョングク。2019年2月10日現地時間に開催された第61回グラミー賞に出席した BTS。この時、ドリー・パートンのステージを見て泣いているジョングクの姿が同年4月9日に公開された映像に映し出されていました。アメリカのシンガーソングライター兼女優のドリー・パートンはカントリーミュージックの第一人者として知られています。2019年のグラミー賞ではミュージケアーズ・パーソン・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。彼女のパフォーマンスが始まると、ジョングクは体を揺らしながら歌に聞き入っています。そして歌声を聞いている途中に涙が溢れてきたようです。ジョングクが泣いていることに気づいたヒョンたちは、その可愛さに全員の方が緩みます。ジョングク本人もニコニコ、笑顔ですごく可愛いです。何度か目を拭い、鼻をすすっていることから本当に泣いていることがわかりますね。音楽に感極まって涙するジョングク、愛おしすぎます。ジョングクだけ、他のメンバーとは少し毛色の違う涙をご紹介しました。マンネの可愛さが詰まっているお気に入りの映像です。まとめ。今回は BTS と涙に関するシーンをまとめました。7人が泣いているところを見ると、どうしてもつられて泣いてしまいます。どのメンバーの泣き顔もやっぱり綺麗ですね。ジンやシュがテテの時にお伝えしたような音楽授賞式のスピーチは、メンバーたちの素のリアクションが見られるのですごく面白いです。ジョングクみたいにほっこりとした泣くシーンも好きなので、これからも彼らの嬉し涙を楽しみにしたいと思います。